皆さんこんばんは。楠本と申します。カフェカンパニーという会社をやってます。大丈夫ですか皆さん。もう9時半でね、大変じゃないですかこのロングラン。誰ですかこの主催者。本当にむちゃくちゃやないですかと。でも本当にお呼び立てじゃねえや、呼んでいただいてありがとうございます。僕今日実は相当チャレンジャーでございまして、だいぶ挑んでます。人生初めて、40度の熱があるんですけど、それでもチャレンジしろと、しゅうちゃん俺は応援するよと、中島信也が言っておりまして、頑張っていきたいと思いますが、15分持たないかもしれないので、その時は皆さん優しくしてください。であとできればちょっと皆さんねこうグッと入っていただいて応援していただければなと思います。で今日皆さんとお話をしたいのは僕なんかいろんな人生を歩んでいて、いろんなエピソードがあるので、話だけはいろいろあるんですけど、ネタだけは、その中から3つ、挫折、それから応援と、こういう話をしていきたいなというふうに思います。僕1988年にサラリーマンになって、でリクルートコスモスっていう会社に入社したんですけれども、大学時代はいわゆる学生企業をやってまして、企業って言ってももう本当にいろんな企画をやってました。多い時には本当に全員で400人ぐらいの組織になったんですが、雑誌の編集やってるやつもいれば、ショーパブで働いてるやつもいて、本当になんか多種多様な価値観が集まってぶつかる場所でした。だから僕は僕の仲間たちってみんなクリエイティブカンパニーに勤めたり会社設立したりしてるやつ多いんですけど、僕自身はそういうことをやってる中で場の持つ力、今日もそうだと思うんですけど、そこに人が集まって新しい価値を生み出していくっていう、なんかそういった場所ってこれから先とても大事になるんじゃないかなっていうふうに思って、で場といえば何を勉強すればいいんだろうと思って飲食店をやろうというふうに思ってたんで、外食も考えたんですけど、最終的にリクルートコスモスという不動産会社に入りました。リクルートコスモスは当時不動産業から総合生活産業へっていうことを掲げて、もうぐわっと伸びてる会社だったんですけど、若手に権限を委譲してた。そこで僕は実力を積んでとっとと独立して起業しようと思ってたんですが、そういうクソ生意気な学生だったんです。しかし入って2ヶ月後に起きちゃったんですね。6月17日にリクルート事件というものが起きました。僕は広報室配属だったんですけど、その年の9月に社長室に転勤になりました。つまり、社長秘書というかペイペイなんでカバン持ちです。池田智之さんというリクルートコスモスの社長はアイビールックで色が真っ黒でヨットやっててゴルフもお上手で、そして本当にお話がうまい方で僕の憧れでした。その智之さんがリクルート事件で本当に辛い思いをしてる。僕はクソ生意気な学生だったので、自分の腕で企画をやって実績を積んで独立しようと思ってたのに、いつの間にかその池田智之さんの魅力にはまって、この人のために何だってやろうというふうに思って頑張ってきました。ある時、お前は世界一秘書の中で気が利かないやつだなと言うんですよ。結構へこみません？もう何やってもダメだな俺って。
なんかちょっとババ引いたかなみたいなふうにも思いました。だって僕の同期たちはどんどん実績積んでどんどん独立していきます。でもそんなことお構いなしで僕は池田さんのために何でもやろうと思って頑張ってきました。でもうまくいかない。そんな時にふと思ったんです。あれ、俺独りよがりな仕事してんなと。僕が池田さんのための仕事をしてあなたのために仕事してますって言っても、社長は僕の数万倍の社員や社会の人や多くの人たちを背負ってそっちに向いて頑張ってらっしゃる。なのに俺は自分の成果が欲しくて認められたくて、なんでダメなんだろうって自分に向かってたんですよね。今でも言うんだけど、僕自分探しって嫌いです。自分なんか探すよりもどんどん相手に向かってった方がいい。ぶつかり稽古して、剣道でいうとかかり稽古っていうんですけど、そうやって生きてった方がいいってその時思えたんです。で思ったのは、俺は智之さんのことを考えてちゃダメだと。その先の方、池田智之さんが心配している、ケアしているその先の人たちに思いをやらないと俺は仕事にならないって悟りました。思いやりっていうのは心を届けるってことです。今僕はカフェカンパニーという仕事をやってますけど、実は僕のホスピタリティの原点っていうのは、まさかリクルートコスモスという会社に行って社長室に配属されてリクルート事件に遭遇して、そんなところで出会えるとは思えませんでした。今思えば無駄なことなんて何にもない。全てのことは点と点が全部線でつながって、過去から未来へ、未来へから現在へ、現在から未来へつながってるなって今は思います。そんな経験をしたのが一つ目です。二つ目は事業を失敗した時の話です。リクルート社を結局5年で辞めて、その後3年間大前健一さんのところで修行して、1995年に友達と一緒にお店を作りました。でも気がついたらリクルートの時代とか全くノウハウを蓄積できてないです。僕が知ってたのは東京地検特捜部の裏側をどうかいくぐっていけば社会部のマスメディアに囲まれなくて済むかとか。でもそんな建物も今法務局のでっかいビルになって、だから何のノウハウもないわけですね。でも飲食店をやることは決めてたので、とにかくオープンしようと。で95年に独立しました。三軒茶屋で1店舗目をやって3店舗になりました。最初はもう大繁盛、人いっぱい並んでやったと。でもどっかから歯車が狂ってきました。友達と2人でやったんですけど、意見が微妙に違ってきた。そういうのって現場にどんどん雰囲気が伝わってきちゃいます。方針が若干違うんです。同じことを言ってても実は違うものを見てるんです。なんとか帳尻を合わせようとしてた。でも結局はお互いが主張し合う関係になっちゃいました。つまり応援し合う関係になってなかったんですよね。お互いを応援し合うような仲間じゃないと絶対に事業はうまくいかない。そして僕は結局3年後に、それを事業売却をして、売却といってももうすっからかんです。気がついたら何にもない。僕の人生ってそんなもんです。気がついたら33歳になってました。クソ生意気な学生の頃の俺はとっとと独立して自分で企画マンとして成功してやるって思ってから10年も経ってます。
なのに僕はすっからかんでした。何をやるわけでもなく、なんかただぼーっと窓の外を見たりとか、そんなこともあるんです。である時、でもそんなこっちゃいかんなと思って、もう一回原点に立ち返って、一人だけでなんか仕事を始めてみようと思って、で学生の頃やりたかったことを社名にしてみました。スタイルデベロップという会社の名前にしました。箱物を作るんじゃねえ、俺は仲間と一緒に価値を生むんだと、ライフスタイルを作るんだと。今考えれば生意気な社名だけど、スタイルデベロップという社名を一人で作って、キャットストリートでプーッと歩いてたんです。でそしたら僕の友人、古くからの友人とキャットストリートで出会いました。その彼が僕と会って「あ、楠本さん久しぶりです。あ、久しぶり。何やってるんですか?」初めて名刺を渡したの。スタイルデベロップ、これですと。それ絶対うまくいきます、応援しますって言ってくれたんですね。ものすごく嬉しくて。というのも、実は事業が失敗して、あるいは失敗しそうになったある日、多くの人たちがやっぱりね、心配してくれるんだよね。しゅうちゃん大丈夫？楠本さん大丈夫ですか？今日も言われてるけど、40度で大丈夫ですか？深夜は言わないけど応援するよって大丈夫って言われると、なんかごめんね、心配させちゃってみたいな、2つとも応援してる言葉なのに、絶対うまくいきます、応援させてください、この一言で僕パーンとなんかこう未来が広がったような気がしたんです。それでもうこれをやろうというふうに決めて、キャットストリートの開発に始まりました。2001年にカフェカンパニーを作ったんですけれども、今はカフェのある風景をずっと作り続けようということをキャッチフレーズにして、年商100億までいきました。たった一人の応援するよっていう言葉が僕をチャレンジャーにしてくれた、そういう話です。3つ目は、2001年にカフェカンパニーを始めて10年後の話です。つまり東日本大震災が2011年に起きました。で皆さんもこの中にも被災地行かれた方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、その時思いません？応援しようと思って行ったら、逆に地元の人たちになんか勇気をもらって帰っちゃった。そういう経験皆さんもあるんじゃないでしょうか。僕はいても立ってもいられなくて、とにかくいろんなことやりました。それでオイシックスの高島康平ってもう僕の親友なんですけど、彼と一緒に東の食の会というのを作り、来週も福島に入ります。福島のファーマーズキャンプということで、農家と一緒に、農家のメンバーと一緒にマーケティングとブランディングを学ぼうと。僕は講師で行くんですけど、僕は講師なんかじゃありません。いつも彼らに絆の大切さ、そしてそれがどれだけパワーになるかをもらって帰れます。東北のツールド東北っていうのがあって、 MIT のメンバーで、トライアスロンのメンバーで3回ロングに出ました。激坂結構漕いでると、仮設住宅からおばあちゃんが「頑張れ」って本当にいや頑張れって言わないでって思いながら、なんか本当にあったかいですね。
東の食の実行会議というリーダーをどんどん育てていこうという会議をここでやってるんですけど、そこで当時復興庁の政務官だった小泉進次郎さんがこういうことを言いました。岩手県の、沿岸部の幸福満足度は被災前よりも被災後の方が幸福度が上がっているというデータがあります。被災が比較的大変じゃなかった内陸部は落ちてるんだけど沿岸部は上がってるんだって。これは一体何を意味するのか、僕たちは考える必要があると。結論を付けるわけではないんですが、今まで各漁港ごとにライバル関係だった沿岸部の人たちがリアス式海岸で全然エリアが違うんで、それが被災を機に一つのチームになっていった。そういったことが大きく関係してるんじゃないでしょうか。つまり僕はコミュニティを作るっていうのが自分の仕事をしてるんですけれども、コミュニティっていうのはお互いが応援し合うことで幸せになっていくためのエコシステムなんじゃないかなと、こういうことを東北に学んだんです。すいません、僕風邪薬を飲むと頭がラリっちゃうんで今日相当チャレンジャーなんです。でも時間オーバーしちゃいました。もうちょっと早く話をする予定だったんでお許しください。家路をね急いでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど申し訳ないです。最後にちょこっとだけ話をします。今パナソニックさんが、今年創業100周年を迎えられました。それで、100周年を記念して何かやろうということでですね、過去の100年をめでるんではなくて未来の100年に向けて100個の未来に向けた革命的イノベーションを100プロジェクト、つまりたくさん放出しようということで100番地というプロジェクトをやってます。番地というのは番地の意味もあるけどバンチング、束ねる、100個の矢を解き放てってことです。パナソニックとロフトワークとカフェカンパニーの3社共同プロジェクトでやってるんですが、この流儀がありましてね、要するに20人のメンターがいるんですけど、このメンターが選びます、いろんなチャレンジャーを。でロフトワークの林千秋さんが素晴らしいシステムを作りました。それは何かというと合議制じゃないってことです。メンター20人のうち1人でもいいじゃんって思ったらはい採用って言えるシステムにしました。これ皆さんが想像しているよりもおそらくはるかにいろんな意味で効果大きいです。もちろん多数決の意思決定も必要かもしれない。でも大体会議とか出るとこうなりません？こんなことやろうよっつったらとはいえさみたいな、とはいえ政治いるでしょ世の中にいっぱいだからいやいやどんだけ評論家なのみたいな。だからまあでも企業経営には必要ですよね、そういうのね。当然財務面はどうなんだ、人はどうなんだ、ピピみたいないろいろあると思います。だけど日本は今に2020年を見てるけど世界は2020年を見てない。2030年40年を見てる。その2040年っていうのは今まで僕たちが経験してないものすごい進化変化で、そこに対して僕たち日本人は何を成していくのかっていうことを考えたときに合議制でいいのかということもあると思うんです。だから一人が応援したら採用。ふんどし部っていう人たち知ってます？知ってます？知らないですか？ふんどしで世界平和をとかって言ってるアホがおるっちゃけど相当頭いいんですよ。アホとか言っちゃったらごめんなさい。
でさすがにふんどしはないだろうって俺も思ったんだけど、その瞬間に落合陽一さんが「面白い、これ採用」って言ったんです。でそしたら「いいんじゃない?」みたいな。だからなんていうのかな、ポジティブにいろんなことをこう受け入れていくっていうか、そういうことも次の時代には必要なんじゃないかなと思うんです。つまり大きく変わる時代にその未来のスタンダードっていうのは一人の変態や一人のアーティストや一人のチャレンジャーから生まれるんじゃないかなと。でじゃあ皆さん明日から全員チャレンジャーたれ。大体そうやってかっこよく終わるんですけど、難しくないですか？明日何チャレンジしようかなみたいな。でも思うんです。今日皆さん帰られて明日誰かを応援しましょう。次の日また誰かを応援しましょう。いつも以上に徹底的に応援しよう。60億人70億人が応援者になれたら70億人のチャレンジャーを作れるかもしれない。僕はそう思うんです。カフェという場所はそういう場所だと思います。つまり応援する人を作る、作る人を作る、そして未来を作る、そういった仕事をやれてて僕は本当に幸せだなと思うし、今思い返せばもうボコボコにしごかれたリクルートの時代や失意のどん底で応援するよって言われたあのキャットストリートの風景が今の僕の応援してくれてる人たちだと思います。なので今日はみんなで気持ち悪いぐらい応援するよみんなみたいな仲間になってくれたらいいなというふうに思って僕の話を終わりたいと思います。